こんにちは、ビジョンマガジンです。今回はアナプロというブランドのビジョンプロ用ヘッドストラップを紹介します。メーカーから商品提供の声掛けをいただきまして、先日このストラップをつけて話題のネットフリックスドラマ地面師たちを一気に長時間連続で見てみました。このストラップ、一言で言うとビジョンプロで映画やドラマを楽しむ強い味方。私はそう感じました。以前は海外から輸入する必要があったのですが、最近日本の Amazon で取り扱いが始まり、手に入れやすくなったそうです。それでは詳しく解説していきます。まずは箱の中身を紹介します。本体はシリコン製で、このようなアーチ型をしています。長さや角度を変えられるような動く部分はなく、重さは 60g、シンプルな作りです。ただ、頭に当たる部分に取り付けるクッションが3種類あって、好みに合わせて変えられます。厚さが 1.0 センチのものが2つ、硬めと柔らかめ、感触が違います。そしてより分厚い 1.5 センチのものが1つ。マジックテープでくっつけるので、どれも交換は簡単です。私は厚さ 1.0 センチの柔らかめのものをつけています。マニュアルは英語で書かれていますが、イラストや写真が多いので、取り付け方は迷わないかと思います。それでは取り付けてみます。ビジョンプロから一旦標準ストラップと電源コードを外します。そしてアナプロストラップを少し力を入れて押し込んで、両サイドのスピーカーのあたりにかぶせて固定します。スピーカーを塞がないように穴が開いています。はめ込むとしっかり固定されています。素材の見た目がビジョンプロと似ていて、 Amazon などでもこの一体感を評価するレビューが多いですね。装着感に定評があるメタクエストプロに似ているようにも見えます。標準のソロニットバンド、デュアルループバンド、どちらとも一緒につけられます。こんな感じでおでこのより広い範囲でビジョンプロを支えられるようになります。後頭部でバンドを締めるとキュッと固定できて、とても安定感があります。今回まずは標準のソロニットバンドだけをつけて地面師たちを見始めました。デスクチェアの背もたれを45度ほど倒してリラックスした姿勢で鑑賞しました。すると第1話の終わりあたり、使い始めて1時間ほどで目の周りやおでこがヒリヒリしてしまいました。ですがアナプロストラップを追加すると3時間以上つけても少しおでこがひりつく程度でした。私の場合標準ストラップだと1時間だったので大きく改善されました。3時間も座っているとお尻の方が痛むほどです。ビジョンプロで無理なく長時間動画鑑賞ができました。私が使って感じたアナプロストラップの良い点はこちら。大きく2つあります。1つがリラックスした姿勢と相性がいい。今回冒頭でビジョンプロで映画やドラマを楽しむ強い味方といったのもこの利点があるからです。まず後頭部がフラットなので椅子やソファーにもたれやすいです。そして背もたれに頭を預けた時、ちょうど重みがかかるおでこ周りにアナプロストラップは来てくれます。顔にかかる負担を広く分散してくれます。2つ目のメリットはライトシールを外しても使える点です。マニュアルで紹介されています。顔に当たるものがなくなってより楽になります。ただ動画鑑賞の時は視界に入ってくる周りの光が気になりがちです。対策として周りを暗くするのがおすすめです。光を視界に入れたくない場合、ライトシールのクッション部分だけを外す使い方もできます。好みや使い方によってこのような調整ができるのもアナプロストラップの魅力だと思います。一方で使って感じたアナプロストラップの注意点も2つ紹介したいと思います。まず1つ目、アナプロストラップをつけても頭を背もたれで支えないと肩や首に負担を私は感じました。これはビジョンプロ自体の元々の課題でもあります。ビジョンプロは前後バランスがフロントヘビー、前側が重いです。なので後頭部に支えがない、普通に椅子に座ったような状態だと頭が前側に倒れないように首に力を入れて支える必要があります。これが私の場合
首や肩の疲れにつながります。アナプロストラップはこの前後バランスの改善には残念ながらつながりません。後頭部に何も追加してないですからね。これは背もたれにもたれやすいという大きなメリットと裏表なので仕方がない部分かとも思います。Mac の画面をミラーリングしてデスクワークをするような時にもデスクチェアの背もたれを倒して頭を支えられるような工夫をした方が良いと思います。そうするとアナプロストラップの実力を遺憾なく発揮できるでしょう。注意点の2番目は長さが固定されている点です。 Amazon や YouTube でのレビューを見るとアナプロストラップは形が固定されているので頭の形や大きさに完全には合わなかったという投稿も一部ありました。私も使っているとディスプレイと目とが離れすぎていると警告が出ることがあります。快適に使えていて視界の見え方にも違和感はないのですが、完全にフィットしているかというとそうではないのかもしれません。バンド型で長さを自在に変えられるようなタイプのストラップと比べるとサイズ調整の余地が少ないことはぜひ知っておいてください。というわけで今回はアナプロストラップの紹介でした。おさらいするとビジョンプロで映画やドラマを楽しむ強い味方と感じました。そう感じた理由はこうしたメリットがあるからです。加えてこのような注意点があると感じました。だんだんとビジョンプロの周辺アクセサリーが充実してきて長時間無理なく使う方法も生まれつつあるなと感じました。最後に今回ドラマを一気見する中で気になるバッテリーの持続時間についてもチェックしてみたのでご紹介します。Apple 公式サイトによると一般的な使用の場合バッテリー持ちは最大2時間。ただビデオ鑑賞するだけなら最大 2.5 時間と書かれています。実際暗い部屋で Netflix を鑑賞したところ私の環境では1時間半ほどでバッテリーの約半分を消費しました。そのため単純計算で3時間近くは使えそうです。映画1本なら充電なしで見られそう。ただドラマを一気見するなら充電しながらが安心です。電源から直接充電するほか MacBook などとつないで充電することもできますよ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ビジョンマガジンでは Apple Vision Pro や Meta Quest など未来を感じさせるガジェットやサービスの情報をどんどん発信しています。ぜひチャンネル登録やいいね、コメントなどいただけたら幸いです。それではまた次の動画で。